はい、皆さんこんにちは。東橋金属男子ソフトボールクラブ松田光です。本日は、コメント欄の中で、質問、たくさんいただいた中で多かったブラッシングについて説明したいと思います。で、またプレートの使い方なども質問があったので、それについてもお答えできたらなというふうに思っています。それではどうぞ。はい、ではブラッシングとは何かというところから説明していきます。ブラッシングとはこう腕が回ってきて、ここですね、ここで肘の下、厳密に言うところ全部なんですけど、ここと腰骨から下、ここが当たる接触動作のことを言います。で、これなぜ必要かっていうのが、まず一つはここ当たることによってクッション、になるので、肘肩への負担が減ります。で、もう一つは肘が止まることによってボール手末端ですね、末端部分が加速する、この動きが、ブラッシングです。あとブラッシングのもう一つ大きなメリットとして、変化球が投げやすいっていうのがあります。これ当たらずに例えば投げてしまうと、ここがさっき加速するっていう話をしたんですけど、加速させにくいので手首も動かしにくいんですね。で、これが当たることによって末端が加速して手首が動く。なのでドロップだったりライズだったりスライダーだったりっていうのが、このスピンの量も増えるのでボールがやっぱ動きやすくなるので、しっかりここ当てて、でこれ当たりすぎてしまうとこう青なじみになってしまって内身になりますっていうのもあったんで、どっちかというとしっかり当てるんですけど、かすらすイメージで投げてもらった方がいいかなというふうに思います。では、僕が実際にブラッシングを練習した方法っていうのを説明していきたいと思います。僕は小学校からソフトボール始めたんですけど、ピッチャーやる際に、そのクラブのコーチの方から投稿する時に当てる練習をしろって言われたんですね。なのでそれ真面目に、やってまして、学校行く時に歩く時にこうぶつけて学校通ってました。でこれやることによって当たる位置だから本当にちゃんと覚えるんですよ。でここが安定さえすればここある程度乱れててもいい球いくんで、ちょっとすごい地道な練習なんですけど、ただ歩く時にここ当てるだけ、これが1個目の、初歩的なブラッシングの練習かなというふうに思います。はい、2つ目です。2つ目は、自分のこうリリースする角度ですね。この角度を足まず作ってあげて、腕ここから始めてもいいですし、ここから始めてもいいですし、ここから始めてもどっからでもいいんですけど、ここから足をまず動かさずにしっかり当てて離す、足動かさずに当てて離す。でこれが、上手にできるようになったら、次は足の動きも入れてやってもらうといいと思います。足を上げて投げる、足を上げて投げる。で下半身が、足を上げて回すことによって、ちょっと違う動き、先ほどとはちょっと違う動きになるので、段階を踏んで、できるように、してもらうといいと思います。今のがちょっと難しいっていう人は、まず投げる形作ってもらって、ボールを持って腕をこう回してください。でこの際にしっかり毎回
当てて、まずは投げなくていいです。で毎回しっかり当たるよってなったら1、2、3で投げてください。もう一回いきます。こう回して当たって当たって1、2、3で投げる。でまずはこうボールを持ってやることにこれ意味があって、手回すだけだったら結構どこでも当たっちゃうんですね。でボールがある分こうボンってここ当たってしまったり、逆に当てるのが怖くてこの右の腰が逃げてしまったりするので、しっかりボールを持ってまずはゆっくりでいいです。ゆっくりでいいのでボールが、持って気持ちこっち側にボールが離れて肘から下がしっかり当たる形、この形をゆっくりでいいのに丁寧に、体に覚えさせてください。でこれができたら1、2の3のリズムで投げる。これができたら、下半身の動き入っても、しっかりブラッシングできるようになると思います。ブラッシングのいい例と悪い例っていうのを説明していきます。まずはいい例ですね。しっかり肘下が当たって腕が加速する。これがいいブラッシングです。で悪いブラッシングは一つは当たらない。ここが当たらないと離す位置も分からなくなるので、高さのばらつきが出てしまうのと、手首から下が動きにくいのでスピンがかかりにくいです。逆にこう次は当たりすぎですね。当たりすぎてしまっても腕がもうここで止まってしまうので、どうしても速い球投げれません。なのでここだけ当てるイメージですね。実際ここまで当たるんですけど、軽くこう触れる程度を意識すると、一番いいブラッシングになるんじゃないかなというふうに思います。はい、続いてはプレートの使い方について説明します。で一つはバッターによってセットするときプレートの位置変えますかっていう質問あったんですけど、基本的には、全球同じ位置に足を置いてます。それなぜかというと、バッターによって変えてしまうとやっぱり着地位置だったり全てがずれてしまうので、着地位置がちょっとずれると足のつく向きがへこんでるんで、だいたいこうなったりこうなったりやってそのバランスが崩れてしまうので難しいと思います。でこう変えてしまうと、その変えたことによってバッターが何か気づいてしまうかもしれないので、基本的には、バッターに、情報をなるべく与えないっていう意味でもプレート同じ位置で、セットした方がいいと思います。であと右足がこうどうしても前に動いてしまってイリーガルピッチになってしまいますっていうコメントもいただきました。でそれに関しては、動かさずに投げれるんであれば、動かさずに投げてもらってもいいと思いますし、やっぱり動かした方がいいんだっていう場合はセットを軸足の方、基本的にはみんな、かかとが乗る状態でセットしてると思うんですけど、つま先が乗る状態でセットしてもらっても構いません。で一歩こう浮いてしまうとダメなんですけど、スライドはさせてもいいようになったのでスライドさせて投げる。でスライドさせてかかとが残っていればイリーガルピッチではなくなるので、そういった、方法もあると思います。でもちろんこうスライド前後だけではなくて左右のスライドもし
してもいいので、もしスロイズさせた方が投げやすいっていうんであればプレートをそういう形で使ってもらってもいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。ブラッシングはピッチングの8割を占めると言われている部分なので、特に練習してください。で、練習法もいくつか紹介したので、自分が気に入ったものをやってもらって自分のリリースするブラッシングの形っていうのを、作ってもらえたらいいと思います。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!